2週間ぶりの週刊 RC クローラーですね。やっていこうと思うんですけど、今回ね、本当いろいろ記事公開してるんで、相当ね、抜粋してちょっとやっていきます。前回はね、ホビーショーの、このね、中国のね、ホビーショーの紹介して終わったんですけれども、今回はね、どこからいきますかね。ラジコンラジオのですね、2作目を公開しています。プロポの話ですね。ここのプロポの話のね、動画を出してるんで、ちょっとね、このエクスプレス LRS についてちょっと簡単に言いますかね。エクスプレス LRS、これ僕最近知ったんですけれども、簡単に言うとですね、オープンソースのそのプロポット受信機、送受信システムの、プログラムっていうんですかね、オープンソースなんで、世界中のね、いろんな技術者たちがですね、開発して、その技術とかをですね、どんどん向上させていける。しかもですね、フリーで、各メーカーがですね、それを採用してですね、製品化できるというですね、ちょっとこれやられるとですね、他のメーカー、太刀打ちできないんじゃないかな。またはですね、こっちにですね、参入してこないと、ちょっとならないんじゃないかなっていうような、かなり僕が注目しているシステムですね。レディオマスターっていうメーカーからもですね、こういうホイーラー系の、プロポ出てます。もともとはですね、このシステム、空物、ヘリとかね、航空機系のですね、もっとね、通信速度とか距離とかがね、必要なものの、プログラムだったみたいなんですけれども、いろんなですね、ラジコンに採用できるようにですね、今、製品化がされてきています。要は双葉のプロポだったら双葉の受信機じゃないと動かない。ね、3話は3話、フライスカイはフライスカイってありますが、これはですね、どのメーカーのプロポでもそのプロトコルにね、エクスプレス LRS に対応したプロポだったら、そして受信機だったら、どこのメーカーの組み合わせでも使えるっていうものなんですよね。これはかなり画期的ですね。だからもしかしたらね、そのうちね、双葉とかフライスカイとか、そのプロトコル選択みたいな画面でですね、このエクスプレス LRS 採用してきてもおかしくないなって僕はちょっと考えています。でね、ちょっとダートオーバル系はですね、今ちょっとね、自分の中で今落ち着いてるんで、あんまりやってないです。あとですね、このね、グッドのですね、ハンダゴテ買いましたよ。前から気になってて、ガガのね、高橋さんとかもおすすめしてたやつですよね。ラジコンでは定番と言われている、コネクターとか ESC とか、モーターとかのハンダゴテ、ね、ハンダ付けするときはね、やっぱこれすごいパワーがあってね、この小手先もね、こういう平たいやつなんで、すごくですね、一気に溶けてですね、作業しやすい。実際やってみてね、すごい良かったです。で、あと、G-FORCE のね、安定化電源の話とかですね、RC フォイルドライブのね、オーバードライブギアの話とかですね、トランスファーケースか、オーバードライブのトランスファーケースとかなんですが、これですね、バンキッシュのフェニックスですね。買ったっていう話を動画でしたか覚えてないんですが、これ着弾しました。今僕が欲しいラジコンってことでですね、ラジコンラジオの一発目で紹介した中の一つですね。今まで僕バンキッシュ経験していないので、やっぱりバンキッシュでしょと、アメリカメーカーとりあえず制覇しないとということでですね、バンキッシュゲットしました。今後ですね、いろいろやっていこうと思うので楽しみにしていてください。トラクサスからですね、TRX4M モンスタートラックっていうものが登場しました。これはいわゆる新製品ですよね。完全なね。TRX4M なんですけれども、TRX4MT というですね、製品名で、これね、基本的にはね、全く別物だと考えた方がいいです。TRX4M のモンスタートラックバージョンと考えがちなんですが、正しくはですね、TRX4MT が新登場っていう感じですね。見ればわかるけど、これ、シャーシが全然違うんですね。中で採用されているですね、メカとかですね、パーツ関係はですね、もちろん流用されている部分はあるんですが、こういうですね、モンスタートラックスタイルですので、シャーシがですね、全然違います。ちなみにこれ、ビッグフットってね、10分の1のモンスタートラックがありますが、これのですね、ちょっとスケールダウン版っぽいスタイルですよね。色もね、多色展開されていて、価格が200ドル弱。
ノーマル版、ハイトレール版は、こんな感じの値段なので、この18分の1スケールの中では一番高い価格になっています。シャーシね、さっきも言いましたけど、こういうシャーシ、モンスタートラックシャーシですね。いや、これはね、なかなか面白そうですよね。ちっちゃいね、マシンだとね、このビュンビュン跳ねたりね、ジャンプしたりっていうのは、正直ですね、なかなか難しいと思うんですけれども、トラクサスのね、やっぱ製品ってね、もう徹底的にね、検証されて出してきてると思うので、これはね、他のモンスタートラック系のスモールスケールよりも、確実にですね、楽しいマシンだと思います。そして次はですね、この RNA ツールっていうメーカーですね、中国のツール、工具メーカーですね。これのちょっと紹介を簡単にしました。前回のね、中国のホビーショーで出ていましたね。で、ここのメーカーはですね、RNA ツールとして製品をリリースしているというよりも、OEM とかね、ODM のメーカーなんですよね。いや、そういう OEM、ODM を請け負うメーカーってことですね。なので、こういう製品を作っているんですが、ホニャララっていうメーカーがですね、ここに頼んで、ここにですね、ロゴを載せて、そういうオリジナル製品として販売したりとかっていう、中国系のね、充電器とかでもね、そういうのはいっぱいありますよね。バッテリーとかもそうですよね。中にはラジコンとかクローラーでもですね、OEM、ODM の製品、ね、ありますよね。そういう感じの製品で、非常にですね、だからラインナップが多いんですよ。で、これ、RNA ツールだけでね、もちろん買うこともですね、一部どっかのルートでは買えます。こういうね、ものなんでね。ですごいかっこいいもの、いいもの、いろいろあってですね、なかなか良さそうだなっていうんで、ちょっと紹介しました。ルラードのですね、この7分の1スケール、MK07、これがですね、正式に登場しましたね。ちょっとね、長くなるんで、これは情報割愛しますが、すでにですね、オフィシャルページでですね、割引価格で販売されていてですね、アメリカ系のですね、インフルエンサーたちがもうレビュー動画バンバンアップしてますね。なかなかね、これはね、評判がいいんじゃないでしょうか。ファーストインプレッションとしてはなかなか、評価が高いと思います。問題は僕何度も言いますが、今後のカスタムパーツの、出方次第ですね。7分の1ってやっぱね、特殊なサイズなので、どんだけそのね、オプションパーツ系が、出てくるかによってですね、変わるんじゃないでしょうか。純正のね、カスタムパーツだけだと、やっぱね、先がないので、その辺はですね、なんとかですね、頑張っていただきたいなと思っています。そしてね、またプロポネタなんですけれども、KO プロポの、組み合わせでですね、コスパよく8ちゃん運用できるよっていう情報をですね、読者さんからいただきましたので、ちょっと紹介しました。近藤化学株式会社 KO プロポ、コープロポのこのね、フラッグシップというかメインのプロポ。で、このプロポはね、送受信のですね、プロトコルをですね、こうやって変更できるんですよ。全部で6つ、大きく分けると4つなんですけれども、ミニッツ関係が3つで、切り替えてですね、対応した受信機使うことができるんですね。この中の MXF っていうモードがあります。これがですね、この受信機なんですね。これ8ちゃんの受信機です。しかもね、これね、安いんですよね。3000円ぐらいで買えます。Amazon とかスーパーラジコンで。これ用なんです。これ見たことある方も多いと思うんですけれども、ゲームのコントローラーみたいな感じの8ちゃんプロポなんですよね。なかなかですね、これを RC 化で使うのは、ちょっと難しいと思うんですが、ロボットとかね、ああいうもので、結構ね、使われてるみたいですね。で、これのですね、この受信機だけですね、を使って、組み合わせると使えると。プロポですね、このプロポね、いろんなパターンがあるんで、その送信機だけだとね、3万円とか、受信機1つついて29,800円か。意外と安いですよね。それに受信機を組み合わせれば、意外と安くですね、8ちゃん運用ができるんですが、受信機ですね、3から 6.6V までしか対応していないので、あとね、リポもですね、2セルは対応していません。なので、ちょっとこの辺のスペックが現実的ではないっていうのはあります。
ただまあ、ベックとかでですね、外部ベックとかで、受信機にね、行く電源落としたりとかして、やれば、6V とかにね、やればね、ただバッテリーは無理か。ESC のバッテリーは無理なんで、だからやっぱ外部ベックでちょっと落とすとかしないとダメかもね。ちょっとまあ可能性としてはあるかなって感じしますね。このプロポね、ちょっと使ってみたいしね。で、あとまあいろいろね、やってますが、このプロポの秋チャンネルでね、LED オンオフとかっていうパーツもですね、新しく導入したよっていうのもあるんですが、なんでかっていうとですね、ちょっと前後しますが、これですね。ナイトランナー、エクスオーバーランドスタイルカーを進めてますってことでですね、まあ昔からやってるカスタム計画なんですけれども、今回はね、3度目の正直、4度目の正直でね、完成までね、こぎつけようということで、このやっぱね、X ですね、これをですね、カッティングプロッターですね、作って貼りました。ここまでできるとやっぱテンション上がってきますよね。もともとこれですからね。こういうね、自分のロゴとかも貼りつつですね、なんとか進めてるんでやってるんですけど、これね、次 LED をですね、いろんな LED をたくさん装着してですね、プロポのね、操作で切り替えとかですね、そういうこともね、ギミックやっていきたいんでね、そういうのでさっきのですね、このものを買いました。でこういうパーツでですね、プロポのね、ボタンでですね、電源のオンオフとかですね、ライトバーだけ消すとかですね、そういうね、ちょっと制御を安く仕上げようと思ってこれ導入しました。そしてね、スカイ RC のね、このチャージャーね、すげえ小型なカラフルなやつね、これの紹介なんかもしています。スカイ RC って、いろんなメーカーのOEM 元なんですよね。さっきの RNA ツールじゃないですけど。だからこれが、オリジナルで、こっからですね、いろんなメーカーがですね、多分これに似たデザインとかですね、色だけ変えたりとか、このロゴが変わったやつとかが出ているみたいですね、どうもね。AC タイプもありますね。で、DC タイプもあって、小型でね、DC タイプだとね、5000円ぐらいで買えるんですよ。ちょっと気になりますね、これは。あと、タミヤのね、昔のクローラー ESC が実は海外でまだ売ってるみたいだけどめちゃくちゃ高いみたいなのとかですね、バンキッシュ開封したよと、トレイルファインダー2のですね、ステアリングアクセルの位置の話とかですね、電圧レギュレーターを使ってね、基板直しましたよとか、いろいろあるんですが、ちょっと長くなるのでね、詳しい話はブログ見ていただければと思います。今回はこんな感じですね。次回はね、わかんない。ちょっとまた伸びちゃうかもしれないです。ちょっと僕の周りでね、またいろいろですね、いろんなことが起きてますね。やっぱね、年を取ったってこういうことなのかなと実感しております。それではまたね、次回。さようなら。